最近アニソンでも英語版とかを出すのが増えてきたじゃないですか。でも元の歌詞と位置が合わなかったり、最悪逆転してたりするんですよね。今日の英語は語順が決まっていますからね。単語を変換しても、語順を変えないと意味が通らないんでしょう。けれどかつては英語も、日本語みたいに語順が自由だったんですよ。じゃあ昔の英語の方が日本人には馴染むんですかね。でもなんで英語は語順が固定化しちゃったんですか？その背景には、実はバイキングが関わっていると言います。バイキングって、あの北欧の海賊ですか？英語と深い関わりがあるとは思えないんですけど。では今回は、英語が語順の自由度を創出した背景、特にバイキングの言葉が英語に与えた影響について解説していきたいと思います。はい。そもそも英語っていつから始まったんですか？今日の英語の起源は、言ってしまえばドイツ、正確にはドイツ北部にいた、アングロサクソンという人々の言葉に由来します。アングロサクソン。アングロサクソンとは、英語の起源になった古英語を話していた人々です。5世紀頃に現在のドイツから海を越えて、今日のイギリスに渡りました。彼らアングロサクソンのうち、特に前者の名前を取って、アングル人の土地という意味でイングランド、アングル人っぽい言葉という意味で、イングリッシュ英語ができました。つまり英語はドイツ語の方言。ざっくりと言えばそうですね。実際当時の古英語はすごくドイツ語チックで、今日でもドイツ語は英語が失った文法、ある程度の語順の自由度を有しています。英語が失った文法？昔の英語と今日の英語は何が違うんですか？各変化の有無、つまり語順の自由度ですね。各変化？東欧などに残る古い文法で、日本語の手にオハのような役割をします。例えば重たい石一つとっても、主語ならずヘフィガスターン、目的語ならソンヘフィガンスターン、というように語尾を変えることで誰が何をの役割を示せたんですね。確かに今日の英語と違いますね。というか面倒くさい。でもこの各変化のおかげで、古英語の語順は自由でした。これは今日の英語にはない、失われた機能です。確かに主語でも目的語でもザ・ヘビーストーンで、同じ形になりますよね。もしこの位置を入れ替えてしまったら、意味が逆転してしまいます。なるほど、各変化がないと語順の自由度が失われるんですね。じゃあなんでなくしちゃったんですか？面倒くさかったからです。先ほど早苗さんご自身がおっしゃった通り、外国人からするとこの各変化はすごく面倒くさいんです。実際この各変化の創出は、8世紀から11世紀のバイキングのイングランド侵攻に始まったと言います。このデインローと呼ばれる300年の支配の中で、イングランドにはアングル人の古英語とコノルド語というバイキングの言葉が共存、融合して、文法を簡略化していったそうです。でもそもそもバイキングの言葉ってどんなのだったんですか？では、1000年前当時の会話を再現してみましょう。Det gråter bara som full upp i Färre brygge. Baras, beirar, hater beirar. Gråt brisliter. Euras. Jovrar, ja du säkert satt. Goda weather idag. Granne? Ja, och det. Och god weather. Gott weather. Och tryggvar, orvar. 聞いてみると、どっちも似てるんですかね。実はバイキングも大きな括りでは同じくゲルマン人に属したので、当時の古英語とコノルド語の間には相当な互換性があったと言います。じゃあ古英語の各変化も、バイキングには簡単なのでは？大体わかりましたが、やはり細かいところが違いました。例えば語彙です。アンラッキーをコノルド語ではアンラキフ。古英語ではハッピーの語源であるホヘピンで表しています。なぜなら古英語にはハッピーに相当する単語がなく、英語のハッピーは後になって、バイキングから教えられた単語だったからです。そうか、バイキングが持ち込んだ語彙が結構あったんですね。はい。実は英語のテイクやスカイなどの基礎語彙、1000単語以上がバイキング由来です。そしてこれらバイキング由来の単語は、古英語とはまた違ったテニオ派の形を持っていて、例えばスカイなどの借用語はどうやって各変化するのか、イングランド人にはわからなかったでしょう。もともと古英語にはない単語だったんですもんね。そして共通する語彙でも、若干語尾が違いました。コノルド語も同じく4つの角を持っていましたが、複数形などで語尾が対立していました。古英語の石たちがはスタナズなのに、コノルド語だとステイナーで語尾が違いますね。でも確かに語尾以外はすごく似ています。これなら確かに、語尾を抜いて、スタンとステインの部分だけ言った方がわかりやすいですね。その結果が英語のストーンというわけです。イングランド人もコノルド語を聞く分には理解できるんですが、ではコノルド語を話せと言われたら、古英語の各変化と混同してしまったんです。似てるからこそ通じるけど、だからこそ細かい違いがわかりづらい、みたいな。まさにそこです。結局語尾の変化が邪魔だったわけですね。はい。それでもう形を統一してしまって、各変化をなくしてしまった方がお互いにわかりやすかったのです。バイキング支配の完成した11世紀の時代ではすでに、口語においては、各変化の統合簡略化が進んでいたと言われています。じゃあバイキングのおかげで英語は簡単になったと？変化を促したという意味ではそうですね。ただこの変化を決定的にしたのは、後に入ってきたフランス語でしょう。フランス？実はバイキングによって征服されたすぐ後に、またイングランドは北フランスから征服されます。侵略されまくってて草。これで宮廷から英語が一掃されて、以後300年間、宮廷の言葉はフランス語。
国王すら英語がわからないという珍事が100年戦争の頃まで続きます。母国語を話せない国王陛下とは一体、結果として今日の英語は、語彙の3割から6割がフランス語とラテン語という、ドイツとはかけ離れた辞書を構築しました。ドイツ語との共通語彙24%より多いんですがそれは、もちろんフランス語はそれまでのゲルマン語彙とは全く別の各変化を持っていたし、それどころか11世紀当時すでにほとんど喪失の傾向にありました。このフランス語の侵入に至って、古英語は各変化を完全放棄します。そしてこのフランス語との対立は、英語だけが名詞の性別を失った理由にもなるのですが、これはいずれ、シース、CU、